三角ショールを編みます。メインの部分は鹿の子編みになっています。棒針編みをされる方はイメージしやすいかと思いますが、表編みと裏編みを交互に、上と下では互い違いになるように編んで模様を作ります。そしてボーダー部分は立体的な V の連続模様を編んでいきます。こちらが全体像になります。一番長い辺が約145センチ、そして115センチ、85センチの三角形になっています。サイズはお好きなサイズで編んでいただくことができます。作品に使用した糸は編みモネットさんのアルパカ天然色波太になります。色番は10番を使いました。作品のサイズですと9玉使用しました。使用する針は付け替えのコード式のアフガン針を使います。三角に編み進めるとだんだん目数が増えてきますので、目数が収まるぐらいの長さのコードのものを使用します。針のサイズですが、毛糸のラベルに書いてある棒針のサイズの2号ぐらい大きいものを選んでいただくといいかなと思います。編み始めはここから始めます。そして左側で目を増やしながら編み進めて三角形の形にしていきます。作り目は鎖編み2目です。1段目の行きはこの鎖の裏山に針を入れて糸を引き出します。1段目の戻りを編みますね。糸をかけて1目だけ引き抜いて、次は糸をかけて2目引き抜きます。1段目の戻りが編めました。2段目の行きを編みます。この目は常に編みません。最後の目で目を増やします。2段目はすぐに最後の目になりますね。この縦目です。ここに針を入れて表編みですね。1目編みます。そして同じ縦目と後ろのループ、ここに針を入れて1目編みます。これで目が増えました。2段目の戻りを編みます。最初は1目だけ引き抜いて、次からは2目ずつ引き抜きます。2段目の戻りが編めました。3段目の行きを編みます。この目は編まずに次の目からですね。表編みです。最後の目も手前に出ている縦目に針を入れて表編み、そして同じ縦目と後ろのループをすくって1目編みます。これで目が増えました。では戻りますね。最初は1目だけ引き抜いて、次からは2目ずつ引き抜いていきます。3段目の戻りが編めました。では最後の目で目を増やしながら9段まで編み進めます。9段目を編み終えたところです。目の数が1、2、3、4、5、6、7、8、9。最後の目を合わせて10目ですね。では10段目を編んでいきます。最初の3目は表編みをします。次の5目で V の模様を編みます。まずは針に糸をかけます。この目の隣の目ですね。隣の目の1段下。ここに針を入れて糸を引き出します。次はこの目の斜め下です。針に糸をかけて針を入れて糸を引き出します。そうしたら針に糸をかけて2目ずつ3回戻ります。
これで V の右側が編めました。では、この後ろ、この目を飛ばして、この目から3目、表編みをします。次はこちら向きに斜めに模様を編みますね。まず針に糸をかけます。今編んだ縦目のすぐ下の縦目、ここに針を入れて糸を引き出します。次は針に糸をかけて、こちら側の目が入っているこの縦目です。同じ縦目ですね。ここに針を入れて糸を引き出します。針に糸をかけて2目ずつ3回戻ります。これで V の模様が編めました。そしたらこの目は飛ばして最後の目に1目編んで、この縦目と後ろのループ、ここをすくってもう1目編みます。針に11目かかっている状態になります。では戻りを編んでいきますね。戻りはいつも通り最初だけ1目、次からは2目ずつ戻っていきます。10段目が編めました。次は11段目です。11段目はすべて表編みで編み進めます。針に12目かかっています。では戻りを編みます。次は12段目を編みます。最初の3目は表編みです。次の5目で V の模様を編みます。針に糸をかけて、この目の隣の目の一つ下の段です。ここに針を入れて糸を引き出します。針に糸をかけて、この目の斜め下ですね。ここから糸を引き出します。では2目ずつ3回戻ります。後ろ側のこの目は飛ばして、ここから3目表編みをします。次はこちら向きに斜めに模様を編みます。針に糸をかけて、今編んだ縦目のすぐ下の縦目、ここから糸を引き出して針に糸をかけて、こちら側の目が入っているこの同じ縦目、ここに針を入れて糸を引き出します。では2目ずつ3回戻ります。V の模様の部分の5目が編めました。ではこの V の後ろのこの目は飛ばして次の目から表編みをします。最後の目で目を増やしますね。針に13目かかっています。では戻りを編みます。12段目の戻りが編めました。13段目を編みます。こちらの3目、模様の5目、それから模様の後の3目、ここまでをボーダーとします。その後からかのこ編みを始めていくことにします。まずはここまで表編みで編み進めます。
今針に12目かかっています。ここまでがボーダー部分です。次からかのこ編みになります。かのこ編みは表編みと裏編みを交互に編むことになります。まずここは裏編みをします。ではアフガン編みの裏編みです。糸は手前に。この立て目に針を右から左に出します。糸を上からかけて引き抜くときに針の頭は向こう向きになるように引き抜きます。これが裏編みです。もう一度やってみます。糸は手前に、針を右から左に出して上から糸をかけたら、引き抜くときに針の頭は向こう向きになるように引き抜きます。これが裏編みです。では最後に同じ立て目と後ろのループ、ここから糸を引き出してもう一目編みます。針に14目かかっています。ここから戻りになります。普段は1目だけ引き抜いてその後2目ずつという形になりますが、かのこ編みの場合は最初から2目引き抜いていきます。戻りが編めました。次は14段目をやってみます。最初の3目は表編み、この5目は V 字の模様編み、この3目は表編み、ここまで編み進めます。ボーダー部分が編めました。次の目からかのこ編みですね。下は裏目になっていますので、反対の表編みを編みます。そして最後の目、ここは表側に出ている立て目に裏編みをします。そして同じ立て目と後ろのループ、ここにもう一目編んで、戻るときは最初から2目ずつ戻ります。14段目が編めました。続いて15段目はこのボーダー部分はすべて表編みで編みます。ボーダー部分編めました。では続けてかのこ編みですね。下の段が表目になっていますので裏編みをします。次は裏目になっているので表編みをします。最後の目ですね。ここは裏編みをします。そして同じ立て目と後ろのループにもう一目編みます。戻るときは最初から2目ずつ引き抜いて戻ります。15段目が編めました。続いて16段目行きのボーダー部分を編みます。模様編む段になります。ボーダー部分編みましたので、次からはかのこ編みですね。下の段が裏目になっていますので、ここは表編みをします。次は裏編みをします。次は表編みをします。最後の目の立て目で裏編みをして同じ立て目と後ろのループでもう一目編みます。戻るときは最初から2目ずつ戻ります。ではこの編み方を繰り返して左側で目を増やしながらお好きなサイズになるまで編み進めます。ではお好きなサイズまで編み進めたとします。かのこ編みの模様はこんな感じの模様になってきますね。編み終わりは
偶数段で留めておきます。この後、引き抜き止めをしていきます。では、引き抜き止めですね。ボーダー部分はすべて表目になっていますので、プレーンアフガンの引き抜き止めをします。それから、カノコ編みの部分は、カノコアフガンの引き抜き止めをやっていきます。では、この目は飛ばして次の目ですね。針を入れて、針にかかっている目を一度に引き抜きます。次の目に針を入れて、針にかかっている目を一度に引き抜きます。次の目に針を入れて、針にかかっている目を一度に引き抜きます。同じやり方でボーダー部分、ここまで編んでしまいます。では、ここからはカノコ編みの引き抜き止めをしていきます。まず、ここが表目になっていますので、一旦裏編みを編んで、このまま引き抜きます。次は裏目になっていますので、表編みで引き抜きます。次は表目になっていますので、裏編みをして、このまま引き抜きます。次は裏目になっていますので、表編みの形で引き抜きます。ではこれを繰り返していきます。編み終わりのところ、最後の目をやってみますね。ここは裏編みを編んで、引き抜いて、この縦目のところと、後ろのループ、ここを一緒に引き抜きますね。はい、これで編み終わりとなります。糸始末をします。糸始末は裏側で表に目立たないようにやっていきます。表から見るとこんな感じですね。こちらの編み始めですね。ここも先端が尖るように形を整えるようにして裏側で糸始末してみてください。最後にスチームアイロンまたは水通しなどで形を整えます。